山の中は収量性はあまり良くないんですよ。平地のとこだったら簡単に実票といいますかね、関東600キロも700キロも取れる地帯がある。それに比べてココは500キロ取ればもう御の字、そしたらコシヒカリで作ったのがいくら山の中で美味しいと言うても取れ高はね、お金の方の取れ高は決まってますよね。それに対して違う品種のおそものというのはなかなか高収益性のあるものがない。でも山田錦は6票でも6票つまりは、360キロないし、400キロ足らずお米でもコシヒカリよりは収量は少ないけど収益は多いというのが後からついてきた話で、ね、ただ山の中でもこういう山の中でも不利条件でも山田錦を作れば生活できるんじゃないか、生産ができるじゃないかというんで作業が二分化するというのと収益性がいいということで地域の仲間にね、みんなこれやろうやと、収益性はいいから利益が上がるからもっとね農業に対して、本気でやれるよと言うてやってもらえると、それはこの山田錦のやっぱ特徴よね。毎年様子が変わるんよね、天候によって違うし。だから山田錦というお米は結果論でこういうお米がっていうのなんだけど、それに至るまでの手法というのは100通りも200通りもあるというで、この時にこれをやっときゃよかったかもしれないという結果論は後からついてくるわけで、その知識を技術を次の年に田んぼでね水田で山田錦にちゃんと反映されるかどうかというのはなかなか簡単にはいかない。温室の中にパシッと人工制御してからね作るんじゃないから。下まで光が当たるけど。だからいろんな意味でこれをやった朝日酒造と一緒になって酒米という産地を作ったことによってから金融の方も朝日さんのお付き合いの農家さんですか、融資しましょうと。だからそれが名刺代わりの信用でね、これはすごいことと思いますよ。いわゆる帝国バンクのデータであったりうんぬんということになるとかなり危ない時があったし、例の岩国の、イベント会社当時ももちろん私お付き合いさせてもらうってで、他の人から「お前代金は大丈夫か?」っていう話もあったけど、もう会長はもう即お米代は即入金していただいてですね、実情内情はかなり厳しいっていうふうに聞いてたけど、これほど農家をね大事にしてくれる企業さんはおっちゃないと思いましたね。でこれがここまで来るとは全く想像はできませんでしたよね。で確かに飲んでみて今までの日本酒の概念じゃないですよね。全く別物だ。日本酒で言うてええのか何かわからんけど、ダサいなんだろう。これは飲んでみて初めてわかるんだけど、その香りとかそういう総合的に見てこれが日本酒という概念から外れてますよ。